肉抜き。ファイター曰く、軽量化のための肉抜きはミニ四駆の基本、らしい。子供の頃、劇的に速くなると信じて肉抜きに挑戦したけど、キャノピーの一部を加工するだけで苦労した覚えがある。今ならもっと攻めた軽量化ができるのでは？というわけでベースキットを用意した。ボディはフィギュア搭載用の穴が開いていて軽そうだし、シャーシは軽量コンパクトなスーパー2なので、ベースに最適なはず。決してフィギュアが欲しかったからという理由ではない。まずはそのまま組み立ててみる。ネンドロイド口×ミニ四駆、三坂美琴ドライバーズサンダーショットスペシャル。完成。後でボディを加工するので、シールは貼っていない。重量は、電池とモーター込みで約 112g。参考にジャパンカップジュニアサーキットで走らせてみる。スイッチオン。ほう。なんだろう。最近ちょっと速いマシンを見ていたので、とても平和な感じがする。タイムは 5.63 秒。さて、せっかく市販のミニ四駆を改造するので、ファイターのレギュレーション講座を参考に加工してみる。ただしレギュは改定されたり、解釈が難しかったりするので、もし違反している部分があったら申し訳ない。というわけで改造を開始する。まずは小手調べでローラーに穴を開けてみよう。これは、10箇所穴を開けたのにほとんど重さが変わっていない。厳密な測りじゃないので、誤差はあると思うけど、どうやらレギュの最低重量である 90g ははるか先なので、躊躇せずにひたすら軽量化してみる。というわけでローラーは、穴を広げて 0.8mm くらいまで薄く削った。次はボディ。大きいボディに比べたら半分以下の軽さなのだけど、ここからさらに軽量化してみる。ただし元の車種がわかる程度にしなければいけないので、こんな感じにしてみた。骨っぽいけどギリギリサンダーショットに見える。はず。あとはギアボックスの加工には少し制限があるっぽい。サイドに穴を開けるのは OK だけど、遠心力でグリスが飛び出そうな部分は NG みたい。それを踏まえてギアカバーも軽量化。他の部品は特に制限がなさそうなので、どんどん加工していこう。ギアも強度に気をつけつつ軽量化。金属シャフトは中空のパーツに変えて軽量化。カウンターギアのシャフトは、中空プロペラシャフトを加工して作ってみた。あとローラーのビスが地味に重いので、これを、こうして、こうじゃ。フロントは衝撃が強そうなので、先ほどのパイプで補強した。次はメインディッシュのシャーシ。必要な部分は残しつつ、大胆に肉抜きして軽量化。ここでちょっと駆動の話を。スーパー2シャーシはモーターとカウンターギアの保持が難しく、上方向にフリーな状態をギアカバーで抑えるようになっている。肉抜きでさらにガタガタになりそうなので、固定方式を変えてみた。こんな感じでモーターをはめると、ギアカバーなしで保持される。外すときはこんな感じ。カウンターギアは横からシャフトを差し込むことで、こちらもギアカバーに頼らずがっちり固定される。タイヤは幅 8mm 以上必要なので、8mm を維持しつつ、厚さ 0.25mm まで薄くして軽量化。ホイールも幅を 8mm にしつつ、穴を開けて軽量化。これで一通り加工が終わったので、ここからは組み立て。これにボディを搭載すれば、軽量化ミニ四駆、完成だ。とても頼りない見た目である。重量測定いってみよう。果たして何グラムになっているのか。74g だと？はるか先にあると思っていた 90g を盛大に突破してしまった。せっかくレギュレーション遵守を遵守して改造したので、90g になるように調整しよう。何かちょうど良いウェイトが。お姉様。ハンドルを握っていただいて。こうじゃ。骨マシンにフィギュア搭載という謎カスタムになってしまった。改めて重量を測定してみる。ほんのちょっと足りない。
あ、そうだシール貼ってみよ。きたー。90g ジャストになったぞ。では改めて。レールガン搭載軽量化ミニ四駆、完成だ。せっかくなので走らせてみよう。ほぼレギュ最軽量マシン。果たしてどんな走りを見せてくれるのか。スイッチオン。なんか駆動がめっちゃ静かだな。ゴー。良い加速だ。滑らかに走っている。転倒してしまった。重心が高すぎるのか、通常のコーナーで転んでしまう。お姉サバー。待てよ。この走りもしかして。タイムは 2.63 秒。偶然ながらレギュ準守マシンらしからぬタイムが出てしまった。ただし走り方は思いっきりルール無用である。ひたすら軽量化をしていたと思ったら、いつの間にかルール無用 JCJC タイムアタックをしていた。おまけ。90g 以下になってしまうけど、フィギュアなしで走らせてみる。スイッチオン。ゴー。転倒せずにちゃんと走っている。最初に走らせた 112g のノーマルと映像を重ねて比較してみよう。最初に前に出たのは軽量マシン。軽いので加速は有利か？ 3 周時点ではまだリードしている。けどタイヤ系が小さいので、トップスピードは劣るみたい。6周時点では逆転、大きな差をつけられてしまった。当たり前な結果だけど、映像で見るとわかりやすい。軽量化をしていると、まだここ削れるな、という欲が、無限に出てくるので、完成させるのが難しかった。このマシンもまだまだ削れるところはありそうなので、さらなる軽量化に挑戦したい。あと、完全自作の軽量マシンにもいつか挑戦したいけど、1.99g のマシンを作った先駆者がいるので、覚悟が必要だ。